ちは。クリックしてくれてありがとうございます。今日は2023年発売のフォルザモータースポートで R34GTR を雨の中走りながら感想を話してみたいと思います。フォルザモータースポーツを初めて触ってみて、良かったなと感じたことは、まず500台以上の車が収録されているので、車種が豊富です。僕が過去に乗った車や所有した車は、フォルツの中には数台はあります。PC でも動くし、PC ゲームパスで1ヶ月850円で試せます。PC が高価なので気楽に始めたいという方は、Xbox シリーズ S は4万円弱で購入できます。PC のレースゲームをしたことがない人は、Xbox のシリーズ S を買って、フォルザモータースポートだけ入れて、ハンコン買って遊び続ければそれでいいのではないのかと思います。フリープレイモードというのがあって、初めから全車種を無料で乗れるのもいいと思います。PC ゲーマーの方にとっては、3画面にしようと思えばできますし、Xbox 対応のファンコン以外でも遊べます。だから Xbox では対応していないような超高級ファンコンやペダルを持っている人でも気軽に遊べるのではないのかなと思います。ちなみに、フォルザモータースポートが掲載している対応ファンコンのリストのリンク、下に載せて、概要欄に載せておきます。また、8000円、一発8000円や8000円払えば、大量の車種と大量のコンテンツがついてきます。サブスクの場合は月々850円払えば、8000円を一発払ったのと同様の遊び方ができます。飽きれば他のゲームをしたりすることもできますし、契約を解除すれば、それ以降お金はかかりません。またビッグタイトルのために大きなコミュニティができて情報が豊富になるのだろうなと思います。一方、アイレーシングだとかアセットクルーザーだとかの PC 専用に作られたゲームを頻繁にしている人からすると、気になる点が何個か出てくると思います。私にとってまだ判断できていないこと、未解決なことなんですが、一つ目が、横滑り時になぜかゴリゴリとハンコンが振動します。これは本当にリアルなのでしょうか。過去に実際に乗って運転したことがある、数車種や一般人の僕では到底乗れないレーシングカーにも、操作してみましたが、共通して言えるのが、横滑りすると必ずゴリゴリするということです。どんな種類の振動かというと、前輪駆動車特有の、トルクステアリングの時のような振動がきます。ABS もトラクションコントロール等のアシストは全て切ったけれども、そういうところは消えません。横滑りが始まると、アクセルの入力をゼロにしたとしても、踏み込んだとしても、必ずゴリゴリきます。PC のシミュレーターでは感じられない表現かなと思います。私が実車で運転中に車が横に向くような経験をしたことはごくわずかですけども、実車が全て横に向いてしまった時にはステアリングの感覚は薄くなったと記憶していますし、それは普通かなと思っています。車が横滑りするとステアリングにゴリゴリというフォースフィードバックが来るのか。これは実はグランツーリスモでも同じようにゴリゴリ情報を与えてくるイメージがありますので、不思議に感じていたところです。未解決なこと2つ目ですが、アクプレーニング、ハイドルプレーニングが再現されていなさそうに感じます。昔のことですけども、僕が深夜大雨の中90キロ以上の速度で走って、それなりの水たまりに入ると、車は浮いて、水の抵抗で一気に速度は下がりました。それと同時にステアリングが取られます。いつもそうです。今回その辺のフィードバックまではさすがにまだ感じ取れていません。もしかしたらゲーム中では大きな水たまりが発生していないのかもしれないですけど。未解決なこと3つ目はチェア角です。FOV と言っています。
フィールドビューの略です。はじめ WRX の S207 に乗った時、左右のミラーが見えませんでした。3画面の左右にミラーより前にある A ピラーあたりまでしか表示されていません。画角、ボブの設定が必要なんだと思うんですが、見つけられていません。現状、それらしい設定項目はありますが、設定画面で変更してドライバー画面に戻って確認するという作業を何多くもしないといけなさそうです。未解決なこと4つ目。画質と FPS の最適化です。私の PC なんですけども、2070スーパーと Ryzen 5900X の組み合わせで AI に自動で設定を任せるモードを使用しています。単独で走って雨が降っているとだいたい 30fps から 40fps、ドライ路面だと50から 60fps 程度で表示されますが、たまにカクついて見えることもあります。それでも画質はとても綺麗とは言えません。2070スーパーの限界なのか、より良い設定があるのか、今後煮詰めていきたいと思います。未解決なこと5つ目ですが、GTDD Pro の最適な設定です。FFP の状況がリアルタイムに表示されないため、GTDD Pro がクリッピングしているかどうか、いまいちわかりません。クリッピングについては概要欄に説明を書いておきます。アイリシムならクリッピングしていたら FFP のバー表示が赤になっていたりして気づきます。すでにフォーザモータースポーツを始めている人におすすめの設定を聞いて試してみました。FFP の強弱はついてクリアにはなりましたが、違和感のあるゴリゴリのフォースフィードバックを消せるだとか、劇的に印象が変化するほどのものではなかったと思います。僕が不思議に思っていることに対して僕の勘違いかもしれません。コメント欄等でいろいろ教えていただければ嬉しいです。長い間視聴していただきありがとうございました。本当にありがとうございます。もしよければいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。